Hello, everyone. It is I, Blazette Midnight, back with some more Genshin Impact. So today, we're gonna dive into the continuation of the Scaramouche story. Where we last left off, we encountered Nahida and Scaramouche back where we last left them. And we got to visit Iramusul, however you pronounce that name. And we got to learn a little bit about both Scaramouche's background as well as how the doctor played him as a fool. Now we're going to find out the continuation or the aftermath of Scaramouche's choices. So get comfy, get cozy. We're in for what's hopefully a very delicious story. So let's dive into it. Bum bum bum. Bum 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 bum. I know I'm all kinds of off. Don't mind me. Just let me have this. おお、久しぶりじゃな。 Oh, this is the old man with that deep ass voice. Pardon me, I'd like to ask a question if I may ask. もちろんだ。話してみろ。 About the Raiden Gokaden. Could you tell me that story one more time? ほう、そんなことが聞きたいとはな。まあいい。知りたいならもう少し詳しく話してやろう。かつて稲妻に名を馳せた雷電五家伝。それはこの5つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千手。この5つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは我々雨の間ただ一つのみじゃ。じゃが幸いにも近頃楓原和葉が稲妻に戻り一神殿の技術を受け継いだ。これにより五家伝もまだ2つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ彼が刀を打った時お前もその場におったはずじゃが。そう言われたらオイラも思い出したぜ。確かにそんなことあったな。あの時は雷電五家伝が没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ。 What was the reason behind their decline? それがまた悲しい話なんだ。本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になって楓原和葉に聞いたのだ。彼は同じ雷電五家伝の末裔としてわしには知る権利があると言った。まあお前に伝えても構わんじゃろう。ただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな。雷電五家伝は去る刀工の末裔に報復されたんじゃ。その者は狂ったように殺しを行ったとされている。報復？どうしてだ？伝説によると400年以上も前、タタラ砂の炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が他の者を助けるため危険を顧みず炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラ砂の鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時タタラ砂を管理していた造兵士の神は庭という名字のもので楓原と隕石の関係にあった。
造兵士の神の庭様もその投稿と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には二人はもう投稿の一族は没落し、その者の息子は誰も面倒を見てくれぬ孤児となって毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかったすべてのものを憎んだんじゃ。じゃが無力な彼はその恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうしてその一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は現状にひどく不満を感じておった。じゃがそれを好転させる力もなかった。やがて彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五家伝に復讐し、稲妻の鍛造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まで殺めてしまった。100年ほど前、すべての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが楓原家と上里家の末裔や刀工と対峙した折、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで楓原が代表する一神竜も壊滅を免れた。不幸中の幸いと言えるじゃろう。The legend of the Raiden Gokaden has changed. Someone else attacked the swordsmith. Yeah. Looks like the Baldadir did something in Irminsul, but it seems Niwa still died. Yeah. まだ他に聞いておきたいことはあるか？ Have you seen Kazuha recently? He better be alive. I'm not playing with a corpse. Kazuha better be alive. 楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。世間話などして茶を飲んだ。様子を見るに元気そうじゃったな。So he still exists. Yeah, thank God. And he's the same Kazuha I know. Things don't seem as bad as I feared last night. That's all. Thank you. 気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。いひひ。オイラって結構顔色を見るのがうまいだろ。じゃあ次の場所に出発だ。オイラはどこまでもお前の後についていくぜ。Where to next? How are the Kamisatos? 着いたぞ。しゃぶ業夫だ。それで How is Toma too? 久しぶりだな。 Hello. もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか？ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ。休養があるならここで少し休んで待つといい。どうするんだ？中に入るか？ Thank you. We'll take you up on that offer. Can we take a walk in the courtyard? 他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様とも親しい仲にあるからな。問題はない。ありがとな。じゃあ中に入るぜ。 Do we get to see Toma? I want to see Toma. おや、その I よう don't に care 私を about 見 you, て old どうし woman. た I ん want で to す？ see Toma. 何か聞きたいことでも？ Let me see my fourth husband.
Ma'am, can I ask you a couple of questions? いいですよ。お嬢様から聞いたことがあるので、あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ。何を聞きたいのですか？ How are the commissioner and Miss Kamisato these days? あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。お嬢様は近頃さまざまな会議に出席しています。時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り相変わらずとても忙しくなさっております。ただ最近はご気分が良さそうでしたね。聞いた感じ、普段と変わらないってことか？ええ。Ayato is still the Yashiro commissioner. Ayaka is still the lady of the house. No changes there. As far as I can see, nothing's changed in the Yashiro commission either. I was expecting as much, but it's still a big relief to know that the Kamisato siblings are both safe and well. Yes, I agree. どうだ？他に聞きたいことはあるか？ That's all for now. Many thanks. どういたしまして。あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ。実のところ、お嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。あなたのようなお友達ができたことをとても嬉しく思っていらっしゃるようです。それに、あなたがあらゆる面で素晴らしく尊敬できる方であるともおっしゃっていました。私もあなたが稲妻に来られてから様々なことが良い方向へと向かっているような気がします。もしかしたら貴人や縁あるお方というのはあなたのような方のことなのかもしれませんね。I'm flattered. どれも心の底から思っていることですよ。普段奉行様がお食事をなさるときはいつもトーマ様がおそばに付き添っていらっしゃるんです。その横でお二方のたわいのない話を聞くことが私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ。公務によってはやむなく外でお食事をされる時もあります。ただ奉行様は機会があれば府内へお戻りになられてお食事をされる方が好きなんです。奉行様が言うにはトーマ様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです。奉行様はいつも家を思ってくださっているのですよ。ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話しされます。まるでとても長い付き合いで何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよ。お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃何度かあった一家団らんのひとときにはいつも趣のある人や見聞についての話がありました。その中にはやはりどれもあなたがいたのです。先代奉行様と奥様が亡くなられてから上里家もこれだけの年月を歩んできたのですね。バーヤの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました。彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて本当に良いことです。もしお時間がありましたらいつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですがバーヤからのお願いだとでも思ってくださいな。 Thank you very much. I will visit again. Thank you. The people of the Kamisato clan are very dear near friends to me. それは良かったです。ありがとうございます。ひひ、おいらここに来るのが好きだぜ。それにおばあさんも言ってたけど、シャブ行府の料理ってすごいんだってな。おいらも食べたくなってきたぜ。今度ご飯を食べにじゃなくて遊びに来ようぜ。ご飯の時間の時にな。もちろんいいですとも歓迎いたしますよ。じゃあおいらたちはこの辺で失礼するぜ。でもこれからどこに行けばいいんだ？
Tatarasuna. じゃあな、おばあさん。見送りはしなくてもいいからな。ええ、わかりました。また今度お会いしましょう。I wanted to see Toma. 二人とももう行くのか。 Oh. 用事が済んだからな。心配しなくていいぞ。そうか。君たちの旅が順調であるよう祈るよ。 Here's someone Sayonara. walking. 何？ What? Boo. Alright, so that means I have to do a quest. Yep, this... Oh, I vaguely remember this. This garbage story. I don't even know what this is all about. But it tired me. It bored me and tired me. Man, that was a long quest, though. I'm not gonna lie. 着いたな。でもここに来たのって何か物を探すためか？それとも人探し？おや、旅人にパイモン？グザビエ？どうしてここにいるんだ？この近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ？聞きたいことがあるんだ。Do you know much about Tatarasuna? もちろん、俺はここ一帯の路線を研究したことがある。何が聞きたいんだ？遠慮せず聞いてくれ。Well, how well do you understand the history of this area? 当然さ。俺はこの近くを数えきれないほど歩いてきたからな。それに他の場所でもかつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。彼らの口から語られるのはどれもすべて真実の歴史さ。 Go on, I'm listening. ああ、急にそう言われてもな。二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ？ Okay, Ann. タタラスナは歴史深い場所なんだ。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。ただ、路線には2回ほど問題が発生していてな。2回？どの2回だ？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば、稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。どうやら、この2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも、当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。Mechanic, huh? Looks like the doctor still sabotaged the furnace, leading to all the ensuing chaos. なあ、タタラスナに来て聞きたかったこと、グザビエに聞いてみたらどうだ？ I am. おお、二人は歴史を研究しているんだな。 Not a long one, please don't. Don't do this to me. I've heard enough dialogue from this game. そうなんだよ。こいつ、今日はどうしたのか知らないけど、ずーっと歴史について聞き回ってるんだ。あ？急に歴史について興味を持ち始めたのか？ Pretty much. So, can I ask one more question? いいぞ、話してみろ。Have you ever heard of a kabuki mono connected to the Tatarasuna? 歌舞伎物。
聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動をとるとかユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない。 So there's no more Kabuki Mono. Did the Balladeer really manage to erase himself from history completely? If so, he must have wanted to change the world and revert everything back to the way it was, but so far it looks like the majority of changes have only affected himself. Thank you, Xavier. なーに、どうってことないさ。もう行くのか？それじゃあな、ブザビエ。おう、気にするな。役に立ててよかったよ。じゃあな。 Goodbye. どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。Time to go back and see Lesser Lord Kusanali. でもお前、今日は本当にどうしたんだ？なんか悩んでるみたいだけど。 Don't worry about it, 元気 Paimon. 出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。 Alright, thank you, Paimon. 元気出せよ。どうしてもダメなら何か食べればいいんだ。お腹が減ったら戦はできないぞ。じゃあナヒーダに会いに行こうぜ。おや？あなたたちは。 Okay. 赤羽に沢だ。お前たちまだここにいたのか。 Are you still talking about the essay? ああ、もし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれ。 Not, oh いい no. けど、何を話せばいいんだ？もちろんこの前の話題さ。タタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。 I'm only gonna read one オイラたちも excerpt. 話に混ざろうぜ。 Perfect. These two have researched Tatarasuna's past. Let's hear what they have to say. とはいえ、進展はいまいちでな。That article that you let me read last time was great. Can I read it again? ああ、もちろん。 Again, I'm just going to read one portion because that was a lengthy article. A brief analysis of possible events of historical importance in the Tatarasuna era. Details. This text belongs to a series of works sponsored by the Vahumana Veil Cutters Project. It has yet to be numbered. Author, Aquaba. Abstract. The Tatarasuna area has always been a major pillar of Inazuma's smithing industry. 2 incidents have occurred here, and the details behind the first are vague at best. I believe, however, that there might a sudden history behind I'm assuming, be a sudden history behind the events that transpired. Hence, this paper will attempt to analyze what may have unfolded from the available data. Glossary. Tatarasuna era. Raiden Gokaden. Mikoshi Nagamasa? Introduction. This paper continues and expands the work of my mentor, Mr. Rooney, in his report on the happily hidden tales of Tatarasuna, and is intended to further this avenue of research. According to the data, the blade forging techniques of Inazuma were originally handed down from the Electro Archon, also known as the Raiden Shogun. Using the arts they inherited from their Archon, the people of Inazuma devoted themselves to the process of forging. However, strange rumors that do not quite fit the steely nature of metalwork yet linger about. Tatarasuna's smelting center, which was the central pillar of the forging industry. There, the Mikoshi
and Niwa clans, along with an eccentric mechanic from abroad, served as the three windows of insight. We need to investigate the truth behind what happened. Body. Strange notes of the Tadarasuna era. Their contents are as follows. 1. Perhaps I overstep, but I think that Sir Nagamasa's mood grows better when he forges blades. The obsession to cleanse the stain of the name Mikoshi must eat at him. 2. The inspector bought a certain number of jade steel ingots. Sir Katasuragi discussed matters on smithing deep into the night with the vice armory officer. 3. We at night made a single nagamaki. We call it the... All right, I'm just going to be real with you. There's a lot of dialogue here and names that I just do not have the energy feeling to pronounce. So I'm going to do my typical, I'm going to pause right here. You read at your own time, and we'll continue on. And I'll do it at a slow enough pace so that way you can read. Pause and read as you go. Oh, it highlighted the part that changed. That's what I'm assuming anyway. So I'll read this. A great many of these rumors revolved around the yokai, who are so very characteristic of Inazuma's folk histories. A small portion, however, repeatedly mentions the word outsider. It should be known that the appearance of such a character, who is suspected to be based on a real person, is a very curious case. This fact drew the attention of the researchers to delve further, and eventually the following pieces of information came to light. A foreign mechanic once visited Tatarasuna. Reportedly, the reason for his immigration was to exchange knowledge and forge ties with the locals. However, the mechanic seemed to behave suspiciously, often wandering around essential or restricted areas. And if someone tried to turn him away, they would only earn incomprehensible mumbles from his lips. The mechanic often stared into the furnace, seemingly to check on its condition. Unsettling, he also spent a substantial amount of time watching the local residents. Judging from the era, it was not uncommon to see cross-cultural exchanges of technical knowledge in places such as Tatarasuna. After traveling across the tides, foreign experts being welcome in the region was likely not unreasonable neither. Yet calamity came not long after this exchange of knowledge, which hints at high potential for causation between these events. However, some current residents believe that these assumptions were merely the results of their forebears, overactive imaginations attempting to theorize how things actually unfolded. And here's some more information regarding the people of the past that we know about. And a bit more. Oop, I'm sorry. And the change portion, the mechanic. Long have I delved through many texts and documents, but I was ultimately unavailable to decipher even a specter of a clue as to his background. Still, mentions of the mechanic grew scarcer in the aftermath of the Tatarasuna incident. I speculate that instead of the mechanic possibly being a figure woven from overripe imaginations, he actually did exist, and perhaps even had a hand in the events that took place in Tatarasuna. 僕のもいるかい？どうぞ。 Sure. All right, so I'll pause and read only the highlighted parts again. There's Sawada's article. In the continuation. And more. In the extract. Miyazaki had his grin. Upon hearing this, Niwa released the lizard from his hand into Katasuragi's palm. But just as more words
were to be exchanged, someone came walking nearby, their footsteps steady and confident. The head that appeared by the door was that of one from abroad. The newcomer placed some lunchboxes to one side, nodded, and made to leave. Katarasugi called out after him, "Sir, what about your meal? Are you not hungry?" The man smiled upon hearing Katarasugi's words. "I already ate. I hope that you, my lords, may also find time to sate your hunger soon. You are our guest, sir. To see you help in these trifling matters fills me with embarrassment," Niwa said with sincerity. The man smiled, as if it was no matter. Then with a nod he departed. Extract 2. And another highlighted part. Like a falling spear, the black cloud reached the bottom of the boat and was joined in its bareface. I don't know how to say that necessarily. Of direction. Like a charging beast, they plunged into the shoreline. Scant steps away, the mechanic laughed, slowly approaching the grand wreck. Not but half an arm was left. Oh, good lord! Of the one who had cried out for help. And with a plop, it landed at the mechanic's feet, who crouched to better study the object, strained against the urge to take it. What? Yet he did not, for the dark cloud swirling down had already picked the remnants of the ship clean. Good lord. All right then, that took a dark turn. Okay, there's extract 3. And I'll read the hopefully last highlighted part. The second ship was sent, followed by a third and a fourth. Each who left to seek salvation did so under foul skies and bleak fortunes. Reason dictated that they should not have risked anyone else, but the situation in Tatarasuna was severe. They needed to gain aid from Inazuma, even should it cost them more lives. Dang. That's rough, buddy. I see that Neo is gone, but yikes. Yikes. Yeah, that's how I feel as well, Blair. The contents have changed. Another effect of tampering with the information in Iramisul. The Balder said he'd erased 2 of his names. If he really succeeded, it must have taken all his might, but still. Sure, a masterpiece. そうだ。この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。実はオイラたちちょうど稲妻から帰ってきたばかりなんだ。Sure. 旅人、オイラたちの知ってることをこいつらに話してもいいか？まさか重要な情報か？話すと長くなるんだけど、実はオイラたち稲妻に友達がいて。おお、こんな話が聞けるなんてな。かたじけない。なるほど。すべての根源は復讐だったというわけか。雨の間の末裔が言うのなら、それで間違いないだろう。はあ、結局、お化けじゃなかったか。これらの情報は私の言説をさらに補強したと言える。見たか？当時の人にとって投稿がそれほど重要だったということだ。彼らを傷つけることは権力者への復讐と同義とさえ言われていたからな。わかったわかった。君の言う通りだ。だがそうだとしても、僕が小説を書いちゃダメってことにはならないだろう。また議論を始めちゃったぞ。本当に熱心だな。We've got some things to take care of. Bye for now. すまない。自分たちだけで盛り上がってしまったな。情報助かったよ。いいってことよ。またな。Yep, goodbye. また何か情報があったら、ぜひ教えてくれ。I won't. You wasted my time.